What's in my bag? YouTube の人の What's in my bag はただ What's in my bag 言いたいだけっていうね。言いたいだけじゃないかって What's in my bag って。皆さんこんにちは、ときまるです。今日はソロプレナーのモバイルオフィス。私のバックパックの中身を久々に紹介したいと思います。バッグはですね、いつも通り変わってなくて、はい、このコンターのね、35リットルに入れてるんですけど、基本的には、これまでその山とか旅にね、行く時のパッキングを紹介してるんですけど、僕が東京、普段東京にいまして、普段東京の街中でどういうものを持ち歩いているのかっていうのを、ちょっと紹介できてなかったので、久々に動画回してます。で、今、こういうふうに見えてるものが、基本的に僕が持ち歩いているものです。で、最近大きく変わったのが、先月、その自分で会社を設立したというね、動画を上げてると思うんですけど、会社を設立しまして、で、それで物増えちゃってるんですよ。で、そういうのも含めてね、それでも自分なりに最小限のもので構成しているので、今日はそのアイテムを一つずつ紹介していきたいと思います。一つ目はね、まずこれ全部とにかく出してるんですけど、基本的には、こういうね、ポーチみたいなものに収納してます。3つぐらい持ってて、いつも紹介してる大和道の黒いポーチと、この DCF 素材のマウンテンローレルデザインのポーチと、あとは、この辺はジップロックとかにね、入れたりもするんですけど、そういうふうな小分けのものに入れて、さっきのバッグに収納してるって感じです。で、今回はちょっとわかりやすくね、すべて、一度出しています。はい、そんな感じで、まずは基本は、MacBook ですね。で、これがあることで、これだけあれば大体最低限の仕事というか、自分がやってる制作とか創作はもうこれ一台でほぼできるような感じなんで、逆に言えばこれがないと結構ね難しかったりします。スマートフォン一台でもできるんですけど、やっぱり動画の編集だったりとか、で、キーボードを使って今文章も書いてるので、やっぱりこれはね、持ち歩いてますね。で、過去にMacBook の紹介動画詳しく上げてるので、スペックとかその辺を詳しく知りたい方は見てみてください。で、14インチでね、昨年のモデルなんですよ。で、ただちょっとカスタム結構入れてて、だいたい容量を2テラの SSD を積んで、で、結構早いね、メモリとか、メモリも、結構最大化したかな。一応フルチューンみたいな感じで、結構お金はかかっちゃったんですけど、ただね、爆速ですね。やっぱりすごくね、その動画の処理速度とかがもろに影響するんで、これで今むちゃくちゃ快適です。これまではやっぱり書き出しの時間に他のタスクをしてみたいな感じで、時間にラグがあったんですけどね、このマシン新しくしてから、もう作業がむちゃくちゃ快適ですね。はい。で、MacBook はですね、基本的に、袋をね、一応ね、紹介しておきたいんですけど、MacBook はこういうね、ウレタン製かなのソフトケースに入れて持ち運んでいます。で、14インチちょっとね、大きいんですけど、そのプロのラインナップがもう14しかなくなったじゃないですか。で、これまでは13インチをね、基本としてたんですけどね。ただもう、今完全にディスプレイのサイズに慣れちゃいましたけど、持ち運びのサイズと容量的には13でもいいかなっていうことは、思ってます。で、次にパスポートと、こういうね、これの無印のノートなんですけど、割とパスポートサイズのものをね、持ち歩いていますね。で、パスポートは、ちょっと急にね、
ちょっとアフリカ行こうぜみたいな、まあ、友達からアフリカへの誘いとか、ありますけど、まあ、急遽ね、もう今日飛んじゃおうぜみたいな、やっぱそういうやつも結構ね、いるんで、まあ、それに対応するためにね、まあ、持ち歩いてますね。まあ、基本的にワンバッグで生活してるんで、まあ、すべて、の持ち物はもうバックパックの中に入れておくっていうスタイルなんで、まあ、いつも入ってる感じです。で、まあ、僕はなんかその変な英語をね、日本で喋ってても、ちゃんとまあ日本人ですよってことを証明することもできるんで、まあ、警察に捕まった時もですね、I'm Japanese って感じで、これを出したらもう一発で解決するっていうので、そういうまあちょっと ID 的なね、ものもありますね。で、まあ、このノートはね、今もうほとんど何もこれまだ書いてないんですけど、なんかね、ちょっとね、思いつきで買っていて、で、基本的になんか家で、いつもね、キャンパスノートとか使ってたんですけどね、まあ、ちょっとした、メモパパって書いたりとか、あとはなんかその、結構海外だとやっぱりこう、紙って結構貴重で、で、なんかその、メモを書いて相手に渡すとか、なんかイラストとかね、絵を描いてそれで説明をするとか、なんかそういうのにも使えるんで、まあ普通のね、シンプルなノートなんですけど、アナログのアイテムとして持っています。で、それを書くためのね、ペンもね、一応もうこれ一本だけですね。僕が持ってるペンはね。で、一応ね、リフィルは、これ今多分純正の、これのペリカンのスーベレーンという、まあボールペンなんですけど、純正のものを入れています。なんか一時期そのゲルインクとかをね、使ってた時期もあるんですけど、やっぱりこう公的な文章っていうか、なんかそういうこう書類をこう書くようになって、いろいろその会社の書類とかをね、書くようになってから、まあ結局、ボールペンであることをね、結構言われることが多いんで、中身を今ボールペンに入れ替えてますね。まあ何の面白みもないんですけどね。なんかでもやっぱりこう、触り心地、持ち心地が良くて、で、このまあノック式のね、感じが気持ちよくて、で、ちょっとこうペリカンのね、こう顔になってるんですよ、これね。まあちょっとささやかなとこですけど。で、まあちょっと重さもちょっとあって、まあぬるぬるとした書き心地ですごい書いてても気持ちいいボールペンですね。で、僕はまあ基本的にもうデジタルで全部やってるんですけど、なんかこう、思考をね、ちょっとこう広げたい時とか、あとその、絵とかね、図みたいなものを頭の中で思い描いているものをダイレクトに形にするときに、やっぱりこうペンを使って紙に書くっていうのがすごい良くて。で、その書いたものを今度写真で撮って、で、デジタルにしてなんか保存しておくとか、なんかそういう使い方もできるんで、なんかアナログのペンっていうのは、まあ何かしらいつもね、持ってますね。で、この前の世代も一つね、ローラーボール使ってたんですけど、まあ、それをもうペリカンを使ってて、で、まあ、これまあ自分の中で2代目っていう感じで、もうこれだけをペンは使っています。で、ここにあるのはまあ耳栓。で、これはまあほとんど使わないかな。まあ、ノイズキャンセリングのヘッドフォンがここにあるので、もう基本的にそんなに使わないんですけど、まあ、たまにその飛行機の中とか電車の中とか、まあ、移動中、車の中とかね、仮眠したい時とか、なんかちょっと強烈な遮音が欲しい時にはこれを使っています。マックスピローだったかな。マックスピローのイヤーバズっていうか、なんて言うんだろう。耳栓ですね。シリコンタイプで、いわゆるなんかそのシンクロナイズドスイミングとかをするような人たちがそもそも使うようなものだったみたいですけど、これ耳がね、痛くなりにくくて、これ非常にね、気持ちいいんですよね。で、まあゲストハウスとかなんかそういうこう、あとはそのテント泊で山の中で、ね、結構テント場でたくさん人がいるようなところで静かに寝たい時とか、そういう時にも役に立ちますね。これもまあ一緒に道具入れとして入れています。で、あとこの印鑑。
これがね、2つ増えちゃったんですよ。2つっていうか、1つ増えた感じ。これはもともと自分が持ってる個人の実印なんですけど、これが法人の代表取締役員ですね。うん。やっぱり会社を設立するときには印鑑が必要で、この日本の古い風習からは逃れられなかったですね。なんとか印鑑なしでいけないのかっていうことをね、もう考えたんですけど、全く無理でしたね。うん。なので、法人の印鑑が、最近増えています。持ち物として。でもなんか普通のプレーンの、ものをね、選びましたね。まさか自分がこういう法人印を持つことになるとはって感じでしたけど、全く10年前は思いもよらなかったことですね、これはね。で、AirPods Pro の、これもモデル何になるのかな、一番多分新しいものだと思うんですけど、これも今年に入って変えましたね。前のやつが多分4、5年もう使っちゃってて、で、ライトニングだったんで、やっぱりこの USB の C にね、統一したくて、で、これは今年ね、入れ替えてます。これはもう必須ですね。で、前回ノイズをシャットダウンするっていうね、動画を作りましたけど、やっぱりそこにそこで話した通りで、環境音をうまく使うっていうことが集中力を高めることになるし、で、あとは自分の好きな音楽を聴いてリラックスしたりとか、そういう時にも使えるので、かなり必須です。で、やっぱ目が疲れた時なんかは今度、目はもう全く使わずに、耳だけで、誰かのラジオを聞くとか、ポッドキャストを聞くとか、そういう感じでやる。休憩にも使えるし、インプットにも使えるみたいな感じで、かなり一台でいろんな役割こなせるんで、すごい気に入ってますね。で、これは、DJI のマイクミニです。はい。で、今実際これ使って収録をしているんですけど、で、スマートフォンに直接挿すことができて、で、スマホでもうポッドキャストを収録できたりとか、で、そのままこれで動画撮影できたりするんで、すごく便利です。これ充電付きのモデルでですね、もう一つマイク2つセットなんですけど、こんな感じで2つ入っていて、真ん中にレシーバーがあって、もう一つマイクみたいな感じで、で、ケースがそのまま充電になってて、このね、ランプが4つ入ってるんですけど、これがフル充電、であるっていう、そういう状態ですね。で、ここに挿すだけで充電できるので、次に紹介するこのモバイルバッテリーからそのまま、充電できます。はい。で、モバイルバッテリー。これシールは僕がちょっと勝手に貼っちゃってるんですけど、ちょっとね、可愛いね、犬のシールを貼ってますね。で、これはアンカーですね、モデルは。アンカーの、1万ミリかな。多分1万だったと思います。で、スマホを2回ぐらい多分フル充電できるようなもので、で、今ほとんど使う機会ないんですけど、山の中ではやっぱり必須になってて、で、テント泊もだいたい1台でいけるような容量を選んでいます。前はね、もう少し5000とかを使ってたんですけど、若干重くなって大きくはなるんですけど、やっぱりバッテリーっていうのは他のね、ものにも使えるので、スマホと、このマイクとね、で、AirPods にも使えたりします。で、Mac にもこれね、一応、給電できたりしますね。なんで、そのようなもので1台持ち歩いています。続いて、こちら側なんですけど、ここから行こうかね。はい。これね、ホッチキス。かわいい、かわいい。なんかこんな手のひらサイズのホッチキス、ここにロゴありましたね。で、これね、ダイソーで買いましたね。100均、ダイソーだったかな。なんかとにかく100均のもので、で、しかも最初から芯がね、入ってるものです。なので芯を別に買わなく、これ1台だけで完結するようなもので、こんなね、ちっちゃいのがね、出てるんですよね。
で、ホッチキスはもう使うことなかったんですけど、だからこれもまあ会社でやっぱり必要になったから買ったもので、まあ印鑑を買って、まあその後に導入しましたね。やっぱりまあホッチキスでちゃんと書類を閉じてから提出してくださいみたいな、まあそのちょっと法務局だったりとか、うん、交渉役場とかね、まあいろんなとこでその書類を出すときにホッチキスで閉じるっていうことをしなければいけなくなって、で、買ってしまったと。うん。で、まあ、多分ね、今後その作業でそんなに必要はないとは思うんですけど、ただまあ何かのタイミングでまたね、この会社のペーパー類で止める必要が出てきそうだなって感じで持ってますね、一応ね。で、なるべくまあ小さくてコンパクトなものを選びました。はい。で、ここのケーブル類は、手話のヘッドフォン、イヤフォン。まあ、これもまあ過去に紹介してますね。SE の215だったかな。うん。で、ちょっと透明でね、こういうクリアなんですけど、これはまあこのラジオの、イヤフォンとして、ヘッドフォンとして使っています。で、この下にあるのが USB-C のケーブルですね。C のケーブルを1本。はい。で、もうすべて、USB-C に統一してるんで、これもですね、これも使えて、で、スマホも MacBook でテザリングしてインターネットできて、で、これがSSD なんですけど、これも使えると。もう1本だけで、やってます。基本的には。で、これはこの間詳しくレビューしたサンジーンというね、メーカーのポータブルラジオ。で、スピーカーはついてないんで、イヤフォンをここに挿さなければいけないんですけど、うん、これもう最近ね、すっかりね、これでちょっとこうラジオを聞く時間を、うん、1時間、2時間、1時間ぐらいかな、作ってますね。やっぱりまあ移動中だったりとか、あとはなんかこう、ちょっと寝る前のリラックスタイムとかね、なんかそういう時にも聞けたりして、で、まあ基本的には自分が好きな番組、インター FM しか聞かないんですけど、まあインター FM を中心に聞く専用のマシンみたいな感じになっています。うん。なんか全然、なんか壊れやすいとかっていうね、評価もあったんですけど、まあ今のところね、何も問題なく使えてますね。で、3ディスクの SSD と。で、これ2テラです。はい。で、まあ MacBook も2テラなんで、まあ合計4テラの容量でやってるって感じです。で、ただ、もう今全部、MacBook で完結できるような、ワークフローを構築しているので、これを使うことはほとんどありません。で、これにはじゃあ何が入ってるかというと、その昔の動画の、ちょっと、将来的に使いたいフッテージだったりとか、うん、そういうものですね。なので、もう基本的に日常的な編集では全く使わない。で、やっぱりこう、何かこう外付けのアイテムを使うと、このケーブルで接続して、なんかね、こう手元が煩雑になったりとか、あとはそのケーブルの抜き差しなんかで、これがエラーが出たりして、で、動画の編集が止まったりとか、やっぱりこう外に何かつけるっていうことは、それだけその作業のね、足かせになることが、まああるんですよね。でそれが僕はちょっと嫌で、なので今完全に MacBook 1台だけで作業できるようなプロダクションの方法を構築してるんですけど、うん、そうなるともうストレスもなくなるし、書き出しとか、なんかそういうののエラーとかね、そういうのも全くなくなりますね。うん。なんで、ここはもう本当にまあ予備的な扱いで、あと音楽のバックアップとかもちょっと入れてますね。うん。DJ してる曲、自分が持ってる曲とかのバックアップを入れてたりもします。なんかもう最近ね、高くなってるでしょ、この SSD が。なんか僕これ、まあ、多分3、4年ぐらいになるんですけど、当時まあ2万円しないぐらいだったと思うんですけど、うん、なんか最近ね、やっぱこう半導体と世界的な SSD 不足で、で、かつその需要は高まっているってことで、うん、AI の進歩なんかもあって、で、ものすごくね、値段が上がってますね。調べたらね。4万円、5万円ぐらいになってるんじゃないかな。うん。なかなか、厳しい世の中です。で、
こにあるのは、最後、これはエマージェンシーキットですね。常備薬とかかゆみ止めとか、あとはサンプルですね。なんかこう、化粧品のサンプルみたいなもの。保湿剤とか、そういうものが入っています。あとはそのガムテープとかも入ってるね。これ基本的に山用のエマージェンシーキットなんで、何か自分が怪我した時とか、トラブル起きた時に使えるような道具をまとめて入れています。だと、今でも健在な、紀ノ国屋オリジナルジップウォレット。勝手に自分が命名してるんですけど、これ紀ノ国屋で売っている一番小さな、ジッパーバッグです。これを財布にしてるって感じですね。で、本当は紀ノ国屋っていうロゴが入ってるんですけど、もうそれがなくなるくらい、擦り切れるくらい使っています。で、大体破れてくるんで、この辺から。破れてきたら新しいものに入れ替えると。そんな感じです。ほとんど現金使うことないんですけど、やっぱりね、未だに飲食店、ありますね。現金だけのとこが。なかなかうまくいかないですよね。でも仕方ないことなのかなとも思いますけどね、それは。なんで現金持ち歩いています。少量ですけどね。で、あとは、スマートフォン。はい。使ってるのは iPhone の15かな、これね。15 Pro ですね。はい。15 Pro に、この Apple 純正の、これ今ちょっと廃盤になっちゃったんですけど、レザーの、ウォレットか、マグセーフウォレットを使っています。マグネットでパチッとここに留まるやつです。で、中にクレジットカードを2枚入れています。はい。基本的にはそんな感じ。で、マイナンバーが最近スマホの中に入るようになったので、マイナンバーカードを入れています。で、しかもそれに、免許証と保険証を紐付けられるので、基本的にもこの中で全部、免許証と保険証とマイナンバーは確認できるようになっていると。なんで、クレジットカードも入っているんですけど、たまに物理をね、刺さなきゃいけないような状況もあるんで、それもあって、2枚ぐらいね、持ち歩いています。はい。ということで、What's in my bag? 最近の私が日常的に持ち歩いているもの、ソロプレーナーのモバイルオフィスを紹介してきました。基本的にもうこれがあれば大体どこでも、仕事ができて、で、しかも書類を作れて、で、提出できると。だから急遽ね、必要になることとかあると思うんですけど、カフェとかね、外で作業してて、で、そのまま作って、で、コンビニとかでプリントできるんで、で、そのまま役所に行くみたいな、そういうこともできてしまいます。はい。ということで、最近の私が持ち歩いているもの紹介でした。週に1回ニュースレター書いています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。概要欄よりぜひ登録してみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。